じゃあボディの方ですね。一応僕は、ワックスがけをやります。でいつものこれですね、レクサス車用のワックスです。説明を読むと10回ぐらい振ってくださいと。で車はねパッとかけちゃうんですけど、プラモはクロスにつけまして、であとは車のワックスがけと同じです。一応少しは研磨剤が入ってるみたいなんですけどね。でなんでこれ使ってるかというと、車でも使うし、あとちょっと指紋がつかないような気がするんですよね。指紋がつかなくなるような、ちょっと触った感じもやっぱり映るって感じになります。特にパッと見は変わらないでしょうね。これをつけてもつけなくても。ただ車体色が白なんで、ほとんど違いがあったとしてもあんまりわからないと思います。ここまでの間についた汚れを落とす意味合いもありますかね。ウィンドウモールを艶消し使ってるんで、あんまりそこにはつけないようにしたいんですよ。あとは研磨剤が少なからず入ってるんで、あんまりゴシゴシやっちゃうと大事な部分が怖いので、本当にさらっとかける程度ですけどね。それから、ウィンドウですね。ウィンドウは比較的綺麗なんで、そんな多少ちょっと汚れてるから、これもワイパーが乗っかるところは避けますね。結構クリアパーツがワックスに関しては結構綺麗になると思います。裏側は艶消しの部分は艶が出たとしてもあんまりわからないんで、このような感じですね。一応ウィンドウはこんな感じでレモンにキムワイプを敷いてやって、1枚ずつ挟んでいくような感じですね。キムワイプで挟んでいくような感じ。サイドウィンドウはこんな感じで乗せますけど、これがここにシャクシャってしたキッチンペーパー入れとけば中で動かないですから、傷防止になると思います。じゃあ取説に従って組み立てていきますかね。こんな部品をくっつけていくってことですけどね。取説じゃないですね。取説じゃないです。家電品じゃないんだから。インストです。インスト。組み立ての方はコックピットで
この例の固定用の穴ですね、ここに穴が開いてます。で内側に、ボルトじゃない、ナットです。ナットをエポキシボンドで固定して、でこれが展示台ですね。ダイソーの展示台ですね。この穴を開けたかったんですよ。でこれ貼ってあるのはあれです。ラッピングシートなんですけどラッピングフィルムですか。なんだっけな、これは。ちょっとメーカー忘れちゃった。Amazon で買ったやつですね。この位置合わせをしたかっただけです。でこれでコックピットフロアを接着することができるので、その組み立てですね。インストではこのロールケージの上の部分がついてない状態で、胴体の方に入れましょうってことなんですけど、こっちはこっちで組んじゃいましたから、この状態でなんとかかんとかメーターパネルとかもくっつきそうなんで、くっつきそうでちゃんと確認をしてますよ。位置をねちゃんと確認してやらないと。この辺にぺっとりと。後ろはどうなんだ。後ろはザクッとフロアの方に接着剤を塗ってくって、これねテンションかけとかないとダメだ。浮いてくる。ということは乾燥時間をかけないとダメかな、やっぱりこれは。ちょっと怖いのはテンションかけてるとタイヤのホイールの真ん中のピンですね、これが折れちゃう可能性があるんで、実は右前輪折っちゃってるんですよ、一回。でプラリペアでくっつけたんで強引に右前輪は回らないです。じゃあこんな感じでフロア乾かしてる間にインストゥルメントパネルを入れますか。ここにこう入るんですよ、両側に。ちょっとね、よいしょ。違うか？違わないよな。切り欠きのとこにうまく入ってくれないといけないので、こんな感じですね。よいしょ。ここロールケージが浮いてきちゃったな。入らない。前からか。前からかな。前からも厳しいかな。よし。届くか。なんとか届いた。これでつきましたね。
次に、ドアはまだこの押さえてるんでつかないから今日はとりあえずコックピットの中はここまでで、ボディの方行きますか。ボディの方、ボンネットのルバーはゲートの位置が完全に隠れるんでランナーにくっつけたまんま抜っちゃいました。これにマフラー等をつけてくんですけど、あれ？あ、いいのか。うわー、結構どうなんだろうな。エッチングパーツに変えてるんで、際どいっすな。きっちり入らない。こんなもんか。接着面の液器を剥がさなきゃいけないんで、ただマフラーの側に傷をつけるわけにもいかないですからね。あとはまあ溶剤系の接着剤じゃなくってエポキシ接着剤、交換にちょっと時間はかかっちゃうんですけど、その方が周りは汚さないですけどね。ちょっとリスク高いかな。それほど愛がいいところでもないので。微妙だな。これで胴体の方にくっつけたときに変に干渉しなければいいんですけど、大丈夫だな。やっぱちょっと浮き気味になっちゃうかな。あとはまあこういう、これはゴリラグループですけど、溶剤系じゃない接着剤。ゴリラグルーは
片側を湿らしといてくださいと。濡れタオルかなんかで拭いてから片側をここ湿り気を与えておいて、でもう片側に接着剤をのせると。ただ乾燥遅いです。乾燥中か硬化中かね。ただ塗料を犯すことがないですから、その辺エポキシ接着剤と同じような扱いですね。ただ動かなくなるまでちょっと時間がかかります。きっとこれは普通につけてやればいいんですけど、周り汚しても影響のないとこはですね。あとウィンカーになるんだね、俺は。1番がこっち。これを裏から流し込みでいいかな。一応汚すのが嫌なんで、うまく入んないな。ゴリラグロ自体ははみ出しても他取ります。後で爪で弾いてやれば剥がれるんで、弾くっていうか書き取ってやれば取れるので、その方が綺麗に取れますから。これもエッチングパーツ使った方がいいですよ。旧法の蓋これかな、これだな。割と接着用のタブが大きめなんで、この流し込み上下に入れてやればいいと思います。いいと思います。いいです。これでいいんだよな。違うな。いいわ、これでいいや。これね。
かね。あんまりたんまりやる必要ないと思いますから。ですね。で、結局スモークは乗らなかったです。勝手に暗く見えるんで、こんな感じで。特にスモークは塗ってないですね。実写も多分これレンズの屈折で暗く見えるだけじゃないのかな。実際光を直接当てるとこうですけど、上からの光ですとこの程度なんで、一応これ裏側に、ライトケースは入れてます。実際はもう若干暗いんですけど、まあこれでいいでしょう。フロントのバンパー周りですね。で、フロントバンパーも車体に取り付けてあるんで、ちょっと作業が若干やりにくいのかな。このウィンカーのレンズになるのかな、これは。透明部品も一応周りを黒く塗りました。多分プラスチックのケースに収まってるものなので、これここにキットのここに、バンパーの裏に接着剤仕込んでやっちゃうと、外れた時にレンズが汚れちゃうんだよね。なので接着剤はここではまだ塗らない。ただこのようにわちゃわちゃしちゃいます。こうだ。で、接着タブがね大きめなんで流し込みでいいでしょう。今こういうパーツも接着位置をちゃんと確認して、あれこんなんかな、ちょっとかっちり、こんなもんだ。ちょっとこれは接着剤回しにくいな。むしろここでくっつけちゃったらいいみたい。一応両側からこれねエッチングに変えたんで接着面がエッチングのこの穴が大きめなので先端に合わせないとダメですね。しかもこれだと違うだろうって感じだ。色がちょっとこれ色塗るか。塗ってきました塗ってきました。これで赤くは見えない。実際こうなってるかはわからないです。接着面がね枠の方ですね、プラスチックこの下の部分だけになっちゃいますけど、で、これはに入ります。入らない。
そうだよね。下のこれカナドではないんですけど、カナドはこの上なんですけどね。これちょっとかっちり位置が決まらないんで、多分この位置でいいと思うんですけどね。だからここではちょっと真ん中はこんな感じで隙間が開くはずです。端部の接着がちょっと怪しい。ということでこれまた動かせないってことですね。テープかなんかで留めておけばいいんですけど。ここで固定しようかな。ここはまずいわ。この隙間というのがカナードが来るんですね。カナードもくっつけちゃいますね。これも今の接着剤でこれはちょっといやらしいな。この接着剤乾いてからゴリゴリやってれば剥がれるので、一応カナドは落ちないことは落ちないんで、これでもう置いとくしかなさそうですね。ついでなんで汚したくないパーツの接着を、できるとこはくっつけちゃいます。で、最初に切り取ったこのちっちゃい丸ですね。リベットかなんかわかんないですけど、これはもうここに接着剤を置いて、置けたのかな。センターなんかでこんな感じでマスキングテープで動かないようにして、で多分ね2時間ぐらい置いとけば固定できるんで、お急ぎの方は普通に接着剤使えばいいと思います。タミヤセメント。じゃあ僕はとりあえずこの状態にして他のプラも作りますね。で実は
もう一つやりたいのがあって難易度が高いんですよ。あれですね、金戸のブレ止めです。結構目立つんでなんとかしてつけたいなとずっと思ってたんですけど、一応アクステオンさんでもそのパーツって販売してるらしいんですけど、今回はまあそんな難しいあれではないんで、難しい形のものではないんで、ただ作業がちょっとね、穴を開けようかどうしようか考えちゃってる。まずここの間に短いのが1個あります。それを生で開けなくていいかな。ペトッと芋付けでもいいかなって気もするんですけどね。それからここのがちょっと長いところなんですけど、ちょっと作ってみないと分かんないな。ここはちょっと変な形してんですよね。その変な形のをどうするか、一本の針金だけにしちゃうか、形を作るかっていうのを悩んでます。やるとしたらこれが 0.25 ミリ、この太さですね、 0.25。 形状は異なるけど針金だけにしちゃうかな。下の下半分がアジャストできるように多分なってるんですよ。これでも多分ちょっと太いです。多分これだと細すぎて壊れちゃう。実際はこんなもんだよね、多分。で、穴を開けるとすれば位置決めがね、まためんどくさいんですよね。のりしろ 0.5 ミリずつで実際の長さが9ミリで、このようにちょっと曲がっちゃってるんで、これはゴロゴロしてやれば治ると思います。ね。形はもうこの針金の形のままいきます。細かすぎてできない、あんなの僕には。で、バンパー潜り込んでるとこはまあはっきり言って何ミリでもいいんですけどね。これを曲げなきゃいけない。曲げちゃうとかえって自由度がなくなるか。で、これをそれから 2.5 ミリの方はもう芋付けしちゃいます。短い方ね、短い方は芋付けしちゃいます。多分ね、長さが帳尻合わなくなると思うんで、ブレード目ですね。これバンパー側に穴を開けて 0.25 のニクロム線を仕込んでみました。下は穴を開けるのが困難だったんで、でも曲げたな俺。先っぽをね、俺変な風に曲げちゃって、逆の方がいいのか。この角度だと曲げた方をバンパー側に入れるか。ブレードを見つけるとこんな感じになりますね。
ちょっと、接着剤は後で周りに飛び出てる接着剤は後で剥がれますので